みんなおかえり、二宮和也です。お久しぶりのファッション企画になってしまいました。もう毎日これだけ暑いとおしゃれする気もそがれるよね。でも夏物もちょっと見飽きてきた頃なんじゃないかしら。夏が終われば1年で一番おしゃれにワクワクできる季節。秋はもうすぐということで、今日はみんな大好きユニクロトップス特集。この秋まずはこれを買えば間違いなしな新作トップス全3種類、色違い含めて全9点購入してきましたので、ご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずは今回購入した秋の新作トップスの中で私の一番の推しアイテムからいきたいと思います。エクストラファインメリノリブポロカーディガン、カラーはレッド、サイズは S を着用しています。先に白状しておきます。実はこのカーディガンマジで気に入りすぎて全色購入するという暴挙に出ました。現在購入できるのは全4色。このレッドの他にブラック、ベージュ、オフホワイト、サイズは全て同じ S サイズを着用しています。まずはレッドでこのアイテムについて詳しくご紹介していきます。素材はウール 100%。ユニクロのニットアイテムといえばやっぱり外せないメリノウール。違う商品でも一度はこの滑らかな肌触りを体験されたことのある方は多いはず。極細のメリノウールで編まれていて、ニットなのにほんのり光沢感があり、お値段3990円でこれだけ高級感のある質感を出せるのはやっぱりユニクロならでは。ニットのチクチク感が苦手な私はウール素材を敬遠しがちなんですが、このメリノウールは素肌に当たっていても大丈夫。チクチク感を一切感じないというと嘘になりますが、24時間それを通したままでも大丈夫というレベルだったので問題なし。この辺りの感じ方は非常に個人差がありますので、店頭で試着されてチェックすることをおすすめします。ボディや袖部分は細めのリブ編みになっていて綺麗なフィット感が出る1枚ですが、決してボディラインを拾いすぎないのでスッキリ見えが叶います。ユニクロは通常サイズ XS もしくは S を選ぶ私が今回も S を選びましたので、基本的には通常サイズ通りで OK かなと思いますが、これはバストサイズや肩周りのフィット感など個人差が大きいと思いますので、しっかりと前後サイズで試着をされて選ばれることをおすすめします。サイズ展開はオンライン限定のサイズも含めると XS から 3XL までのサイズ展開があります。フィット感のあるラインの綺麗なアイテムを活かすにはサイズ選びを間違えないこと、これは基本中の基本であり鉄則です。38歳までの私に言ってやりたい。カーディガンって超便利なアイテムですよね。私も大好きなアイテムではあるものの、 V ネックにしてもクルーネックにしてもむやみに羽織ってしまった時のやぼったさ、おばさん感にも気をつけたいアイテム。でもね、これは襟があることで羽織というよりも1枚のトップスとして見せることもできるので、ラフすぎずカジュアルにも綺麗めにもコーディネートをまとめられるところがお気に入り。ちょっとオフホワイトに着替えます。透け感は他のカラーは問題ないんですが、オフホワイトだとほんのーりですが、インナーの合わせ方によってはあるので、そのあたりはご注意。ただ逆に透け感を生かしてあえてブラックのインナーを入れて透けさせるっていうのもある。裏がそのままの形で透けちゃうのはちょっと品がないですけど、キャミソールタイプのものであれば全然 OK かな。無駄に分厚さのない軽めのニットですので、まずは秋冬のスタートと考えるとガチでおすすめな1枚です。せっかく4色も購入したので、どのカラーを選ぶかの参考になればと思い、全色同じボトムスに合わせる着回しパターンを少しお見せしたいと思います。先ほどから履いているのは新ゾーンのベイカーパンツ。今回の4色どれを合わせても OK なオリーブカラー合わせおすすめです。もちろん薄手のニット生地なのでタックインも OK。 もともとコンパクトな作りではありますが、全身のバランスに合わせて調整できるのも良き。アッパーハイツのブラックデニムスカートに合わせてみました。ブルーデニムで少し爽やかに合わせるのも好きですが、秋冬にはこのぐらいのトーンでまとめるのもおすすめ。思いっきりドラマチックに着たい気分の時は巻き下丈のチュールスカートと合わせるコーデもおすすめ。上半身と下半身のボリュームのバランスをつけると小柄さんでもメリハリがつくので、やるならとことん差をつけるくらいがベスト。そして何よりこのニットお家で手洗いできちゃうところも主婦には嬉しいポイント。そして実は10月中旬にはもう1色カラー展開が増えてグレーの追加あるようですよ。ぜひお気に入りのカラーを見つけてくださいね。さてお次もニットアイテムです。 3D メッシュクルーネックセーター。こちらのカラーはブラック、サイズは S サイズを着用しています。そしてこちらももう1色色違いしております。同じく 3D メッシュクルーネックセーター。こちらのカラーはブラウン、そしてこちらはサイズ L を購入しました。まずはサイズ比較から。153センチ 40キロの私のジャストサイズは通常サイズ通りの S でも腕周りやボディにも程よくゆとりがあります。でも2サイズアップの L を着用してもやりすぎなオーバーサイズにならないということもお分かりいただけるかなと思います。サイズはオンライン限定を含めると XS から 3XL までのサイズ展開があります。メッシュ素材ってちょっとやんちゃっていうか若いっていうか開放的っていうか、つまりはなんていうの
り越してお子様感出るっていうかイメージ伝わる。でもね、これはちょっと画期的。私たちアラフォー以上の大人世代にガチおすすめできるから目玉かけられて見ててね。これ何がすごいって一着丸ごと編み上げる特殊な製法を採用していて、凹凸感のある編み地が特徴。立体的で縫い目が一切ないのよ。一着まるっとだよ。ほんのりゆるっとしたサイジングでありながら、でもジャストフィット感もあってシルエット抜群に綺麗じゃない。トレンド感もあって全体のシルエットはベーシックでシンプルな作りなので着回し力も抜群だし、やりすぎないヘルシーな肌見せが叶っちゃうってすごい。抜け感と透け感のバランスが絶妙で、ぜひぜひ大人世代にこそトライしてみてほしいアイテム。インナーに合わせているのは私のゴリ押しグンゼのブラキャミソール。素肌感をもう少し控えめにしたい人はタンクトップなんかを合わせても OK。 素材はアクリル 58%、 セルロース 26% に麻が 16% 入ってます。ウールとかも使われていないので今の時期から着られちゃいます。もちろんお家での手洗いもブラウンにチェンジしました。あえて L サイズを選んだ理由は少しドレープ感を出して着たかったから。ワンサイズアップじゃダメだったのというとそんなことはないんだけど、ゆとりのあるシルエットでありながらオーバーサイズな作りではないので、ワンサイズだけだと違いがあまり分からずといったところで思い切って2サイズアップにしてみました。サイズを上げることでよりゆるっと感の生まれるシルエットが今っぽくもあり、抜け感も出しやすくなるので、まさに今の時期に着るならこのぐらいのサイジングでもいいのかも。ゆるっと着ても編み目が綺麗なのでだらしなく見えません。先ほどからボトムスに合わせているのは今年の春ユニクロで購入したデニムジャージーナローロングスカート。同じものではないけれどジャージースカートはユニクロでも別のアイテムが出ています。ラフに大人っぽく着たいならこんな合わせ方おすすめです。まだまだ暑い今から着るならショートパンツ合わせもおすすめ。小学生の夏休みみたいにならないようにアクセサリーでバランスを取ることも忘れずに。私が秋口にしたい一押しのスタイリングがこちら。ボトムスには今年購入したビューティー&ユースのナイロンダフカポケットドローストスカート。サイズは S、カラーはブラックを着用しています。ナイロンタフタの生地と大きなサイドポケットが特徴のベイカーディテールでアクティブな要素が魅力の1枚。ワークテイストもあってヴィンテージアイテムとも相性が良さそうで選んだアイテムです。もちろんブラウン L サイズと合わせても問題なし。超絶シンプルでありながらスカートの素材感やディテールとの組み合わせで奥行き感も生まれる大人世代におすすめなスタイリングです。ニットはオフホワイト、ライトグレー、グリーンの展開もありました。まずは自分がどんな雰囲気で着こなしたいのか、ボトムスに合わせるならこんなパターンがいいかというイメージを持ってカラー選び、サイズ選びをされることをおすすめします。さあ最後に選んだのはこちらのトップス。シアージャージークルーネックティー。カラーはグレー、サイズは S を着用しています。こちらもグレー以外に2色、全3色、ブラック、オフホワイトも購入しました。153センチの私が S を着用して丈感、フィット感はこんな感じです。一見何の変哲もないただのクルーネック T シャツなんですが、こういうのがね、とにかく秋口から冬の間もニットやスウェット類のインナーとして使えるのよ。絶対1枚は持ってて損するものではないのでしっかりチェックしていってね。素材はポリエステル 48%、 レーヨン 48%、 ポリウレタン 4% の混合素材。よーく見るとかなり細かなリブ編みになっています。薄手のリブって気持ちいいよね。とにかくしなやかな肌触りで心地よくボディにフィットしてくれます。マジで着心地最高。レーヨンの根率を高めにすることで生まれるドレープ感と着丈も長めに作られているところが1枚で着てもインナーとして着ても優秀なバランス。首周りのリブも決してボリューム感が出すぎる作りではないのにだるっとだらしなくなってしまうことのないしっかりとした作りで、この辺りのディテールはさすがユニクロといったところ。グレーでもほんのりシアー感があるの分かりますかね。インナーにはブラックのブラトップを着用しているんですが、こんな感じでちょっと伸ばすとよくわかるかな。シアー感があると言っても私が選んだグレーやブラックはそんなにスケスケっていう感じではなく、程よく品よく透け感を得られる感じが大人にもってこいの一枚。とはいえオフホワイトは気になるよね。ということで着替えてみました。いかがでしょう。オフホワイトだとやっぱり透け感はアップしますね。でもまあそもそも商品名にシアーと入ってるくらいですので、この透け感を楽しんでレイヤードを考えるくらいの楽しみ方ができる方におすすめです。今履いているボトムスは今や名品になりましたよね。タックワイドパンツ。とはいえこんな感じで合わせてもどこがおしゃれなのって感じですので、私ならタックインしてサスペンダーを追加します。今季購入のものではなくてごめんなさいですが、フラージュで購入したレザーのサスペンダーをプラスするだけでカジュアルなのにちゃんとおしゃれ感がオンされて、足元がスニーカーでも問題なし。あえてヒール靴を合わせるのもかっこいいよね。
秋口ならオールインワンのインナーとしてもシンプルイズベストという感じでおすすめです。カジュアル感が強く出る厚手のカットソー生地を合わせるよりもより大人のしなやかさを強調してくれるのでマジでバランス感最高な1枚です。冬はこの上からローゲージのニットカーディガンを羽織ったりするだけでいけちゃうよね。ということで今回はこの秋まずはこれを買えば間違いなしなユニクロの新作トップス購入品をご紹介しましたがいかがだったでしょうか。もう暑すぎて考えられなかったレイヤードスタイルが楽しみな季節がやってきます。少しずつ秋物を準備しながらおしゃれマインドをアップさせていきたい頃ですね。最後にチラッとさらっと告知の私のコラボアイテム発売がこの秋もあります。9月、10月と2ヶ月連続で発売予定です。もちろん今後もインスタや YouTube でもお知らせしていきますが今回もプチプラアイテムでこだわりいっぱいのアイテムをお届けする予定ですのでそちらも楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。ということでまだまだ暑い日が続きますので皆さんも体調管理には気をつけて元気いっぱい秋を迎えましょうね。それではいつも最後まで見てくれてありがとう。今日も明日も元気にいってらっしゃい。南谷梢がお送りしました。